はい。田口プロ文芸部の YouTube。田口チューブへようこそ皆さん。今日はね、調子に乗っちゃって、孫悟空のですね、ドラゴンボールの主人公のフィギュアを買っちゃって、今から届くんですけど、まだ届いてないので、退屈しのぎにですね、いろんなそのドラゴンボールと周辺のことをね、僕はどう思ってるかとかですね、何を楽しんでいるかとかって、フィギュアの開封とレビューだけじゃなくて、いろんなね、ちょっとしたことを、今からちょっと語ってみようかなと思います。もしかしたらつまんないかもしれないですけど、でもね、結局そのフィギュアのレビューをやってる YouTuber の皆さんが結構いらっしゃってですね、その開封とレビューだけだとね、もう皆さんやってるんで、多分ね、そんなの見ても面白くないでしょだって。だからちょっと、できるだけね、丁寧にですね、今日語ってみようかなと思うんですけど、はい。もうね、わけがわからないですね。こんなね、大人になってね、ドラゴンボール連載始まって終わってからむちゃくちゃ時間経過しててですよ。もう僕44歳になってるのに、それまでほとんど興味がなかったですね、ドラゴンボールにですね、いきなりドハマりしちゃってるわけなんですけど。なんでかなと思うんですけど、やっぱり鳥山先生の漫画だから、やっぱ僕好きですよ。もう文句なしで好きなんですよ。ドラゴンボールとかドクタースランプ以外のですね、ギャグの短編とかですね、もう鳥山先生の漫画大好きなんですよ。今、この部屋にあるのは、ドクタースランプの完全版は全巻揃えたんですよ。上の方に並んでるんですけど、これね。これね、僕ね、オリジナル版と何が違うかって僕調べてなくてですね、何が違うのかと思って調べたら、このドクタースランプに出てくるウルトラマンとウルトラセブンが全部ですね、綺麗にですね、ネコトラマンとネコトラセブンにですね、書き換えてあるらしいですね。はい。きっかけはね、先日開封レビューした人造人間21号のフィギュアを、買っちゃったっていうのが大きな理由ですね。それを遡っていくと、やっぱり鳥山先生がデザインするキャラクターが魅力的だってことになります。はい、もう21号のフィギュアをね、ここにね、置いてるんですけども、パワーがですね、湧き出てきて意味わかんないぐらい元気なんですよ。この丹田のあたりからですね、エネルギーがブーを湧いててですね、ふえーって言ってですね、僕、詳しくは知らないんですけども、サイヤ人になっちゃうぐらいパワー出てて、昨日もほとんど一日中ですね、ドラゴンボールファイターズっていうですね、格闘ゲームの、ライブ配信をやってるチャンネルを YouTube でもほぼ一日中ですね。プレイするんじゃなくて、見てるだけですけど、観戦してですね、もう、わけがわからない。もう面白すぎて。ジブリのアニメより面白いです、あれ。あれはもう延々何時間でももう見れちゃいますよ、あれは。でね、僕がね、もしプレイするとしたらもうね、ほぼほぼね、3人のキャラクター決まっちゃいましたね。はい、僕は対戦格闘好きなんですよ。もともと SNK の、カプコンのスト2からスーパーファミコン版買ってもらったりとかですね。で、スーファミ版の画廊伝説とかですね。そっからネオジオ CD を買って、サムライスピリッツ、あれですね、キングオブファイターズシリーズとかですね。もう下手の横好きでCPU 相手にね、ちょこちょっとプレイしたりしててですね。結局ですね、そのネオジオ CD はもう、親しい友人にですね、借りパクされちゃってですね。もう今手元にないくてですね、あれはね、わけわかんない。そのね、友人はもう大親友なんで、別に構わないんですよ。それもことについてももう冗談で、
話してて、あれどうなったんだっていう話もしてるんですけどですね。まあ、もともとね、下手は下手なんですけど、対戦格闘のゲームがまず大好きですよね。SNK カプコンですよね。e スポーツって言ってそういう対戦格闘ゲームを使ったですね。まあ、大会が開かれて、まあ、お金を稼げる時代になっちゃいましたけど、信じられないですよね、僕ら。もう、そんなのね、僕なんてもう、ファミコンをね、買ってもらえなかったんですよ。もう、あれは悔しかったですね、もう。その代わり、その近所の友人たちが全員ファミコン持ってたんで、遊びに行った先で上がり込んでですね、友達がプレイするのを見てたりと、わーわー言いながらですね、ファミコンはまあ楽しみましたよね。一度ベースボールっていう一番最初の野球ゲームありますでしょ。あれ、熱心に僕もと友人が別の友人ですけど、プレイしてたらですね、どっちが打ったのか、どっちが投げたのか忘れちゃいましたけど、キャッチャーフライガーン上がって、ボールが、ってもうカメラの方向一直線に飛んできちゃって、で、もうその、ボールのドアップで真っ白になっちゃってですね。うわ、これバグったのか、なんだこれバグってるし、同じ音鳴りっぱなしてるし、リセットした方がいいのかとか言ってですね、もう、爆笑しながらですね、これどうなってんのって言って、5分ぐらいそれ爆笑しながら見てたんですね。そしたら、って言ってボールが落ちていって、ギャー何が何かわかんない。もうわかんないです。あの時代のね。ティッシュ挟んだらバグらせれるとかね。バグらせて面白いゲームになるとか。岸和田商店街に、武蔵屋っていうね、文房具店があるんですけど、そこの2階がですね、まだ、営業してた頃にですね、もうそこの武蔵屋の2階がやばかったですよ。もうミニ四駆から何からもうガンプラからですよ。カード出すから何からもう、チョロ Q とかですね、ラジコンも売ってるし、なんだこりゃーっていう、すごい、テーブルトーク RPG 用のメタルフィギュアとかも売ってるぐらいの店ですし、しかも僕が行かなくなってからアニメのね、宇宙戦艦なでしこだったかなのヒロインのガレージキットとかもリリースしたりとかね。ドラクエの立体のフィギュア、まずガレージキットで作ったのが多分ね、大阪府岸和田市の武蔵屋さんがガレージキット作ってたんですね。それでホビージャパンに広告載ってたりして、うわ、すげえなと思って。武蔵屋さんに、任天堂のね、ファミコンと連動して遊ぶディスクシステムのおやきがドカーンってあって、レジの奥にドカーンってあってですね。で、それを目当てにですよ、忠岡町の友人の家からですよ、二人でですよ、別々のチャリに乗って、もう何かわかんないけど、とにかく SD ガンダムのね、新しいマップが欲しいから、SD ガンダムの新しいマップを買うためにですね、もう早く買ってきて、早くプレイしたいから、もう全力疾走で忠岡町から岸和田商店が往復してですよ。買ってきてまたカシャイって入れて、新しいマップで戦ったりとかね。あとこれはもう高校じゃないか。シミュレーションゲームってのがあると。それはどういうものかというと、要するにファミコンの信長の野望みたいなことをプレイできるボードゲームみたいなのがあるんだっていうことをその友達にですね、教えたらですね、なんだそれってことになって、チャリでですね、またその武蔵屋さんまで行って、なんかワールドワー2かなんかわかんないですけど、その第二次大戦のですよ、シミュレーションゲーム買ってきてですよ。で、その、友人の家のちゃぶ台にこう、マップ、ね、アナログの紙のマップ、広大な畳一面ぐらいのマップ、こう、
広げて、で、紙でできた、紙を切り抜いて作ったコマを並べて、プレイしたんですけど、もう夏で窓開けっぱなしだから、風が、入ってきて、コマがブワー飛んで、なんだこれ。お前なんでこんなしょうもないゲームを俺に買わせたんだっていう話になってですね。もうちょっと怒られちゃって、まあ気まずい雰囲気になったこともありましたね。はい。まあですね、漫画の学校行ってたんですけど、その時にね、まあやっぱり漫画の画材揃えなきゃいけない。で、学校でまあもちろん買うのもありますけど、僕ね、もうやばいですね。もし、この先絵が上達してデジタルで自由自在に描けるようになったとしましょうよ。で、そっから逆にアナログ原稿を描き始めますよね。多分ね、上手くなったらね。そしたらもう使う時のペン軸が決まっててですね。これがやばいんですよ、これね、これカブラペンですけど、ちょっとインクで汚れてますけど。このね、ペン先はね、だいたい皆さん共通のペン先使うんですけど、この軸がこれ金属製のフルメタルなんですけど、マクソンっていうメーカーが出してる、ペンホルダーっていう軸なんですよ。これやばくてもうガッチリネジでもガッチガチにペン先固定できますし、で、大きいペン先用、これが G ペンっていうやつですけどね。だいたいこのカブラペンと G ペンで漫画って書かれますんで、あと、重要なのがこの丸ペンっていうね、小さい、細い線が書けるペンがあるんですけど、このね、長軸の大きいペン先用の軸用と、この丸ペン用の軸、これ3本、とりあえずね、もうその時のお小遣いなんてもう、ないんですけど、無理やりですよ。これ絶対使いたいんで、買わなきゃと思って無理して買って置いてあるんです。で、これとは別に、この長さの両差し用のやつもあって、この大きいペンが片方に差し込んで、こっち側に丸ペンを差し込むっていう両差しのやつがもう一つあるんですけど、まあそれはですね、とりあえずですね、いつかですね、アナログ原稿を書くときが来たら、必殺のね、これで書きますけどね。で、まあこんなもんで書いてたらですね、絶対検証絵になりますけどね。E テレのスイッチインタビュー見てたらですね、ジョジョの奇妙な冒険のね、荒木博彦先生と、音楽家の千住さんが対談やってる回、僕何年も前ですけど、見たらですね、荒木先生のアシスタントの人がですよ、このマクソンのペンホルダー使ってたんですよ。映り込んでるんですよ。うわーと思ってめちゃくちゃテンション上がった覚えがありますけどね。このマクソンのペンホルダーも武蔵屋さんで買ってね、大事に持ってますよ。漫画ね、好きで僕読むのはもちろん好きだし、多少は絵心はあるんですよね。で、漫画は下手なんだけど、小学校、中学校って、図画工作美術の成績はこんなことね、自分で言っちゃいますけどね、学年1位じゃなくてね、多分ね、認めてくれる友達いると思うんですよ。学校1でしたね。図画工作と美術に関してはもう、時代はもう気持ちよかったですよね。完全勝利の繰り返しですよね。授業のたびにですね。高校は、江南高校の美術科に推薦取れてたんです、実は僕。そのまんま江南の美術科行っちゃってたら今どうなってるかわかんないですよ。そこに行けばよかったんだけど、普通科の高校に行っちゃって、まあその時の美術の授業でもう完全にね、潰されましたよね。先生の顔も覚えてるんだけど。もう、成績はもう最悪の点数つけられてですね。相当悔しかったですね。まあそのリベンジも含めて、まあ漫画もやりたいな、描きたいなと思って、今、まあデジタルで書いてるんですよ。ワコモのね、
最初ね、シンティック 24HD っていうバーンでっかい液タブね。画面にこうペンを走らせると、それ全面が液晶画面になってて、そこにその直接線が出るっていうのを、もうこれは買った方がいいやと思って。絶対これ、俺なんでかというと、僕、アナログで漫画描くと絶対に原稿用紙をもう汚しちゃうんですよね。下書きの線も多いわ。消しゴムかけるのがもうむちゃくちゃ下手です。なんです。消しててもうわー黒いのが伸びてうわーなっちゃうし、まあそんなもん何回も消してたら当然剥げてきて破けてきますでしょ。それが全くない。原稿用紙、紙じゃないところに書ける。何回でも消しても汚れない。で、完全に消せるし。これはやばいと思ってですね。こっち引っ越してきて、もう1年か2年後にバーン買ったんですよ。22万とかしましたけどね。もうそれはもう仕事の道具だからと思って買って、まあ、ここデスクガーン置いてたんですね。で、まあ、それがもうなんかもう、ここにデスクの天板が全面シンティックの画面がこう斜めにこうガーって、その上にね、物を置けないんですよね、あれ。そのシンティック 24HD に関しては。ガラスの天板が薄いので、まあ、ガーンぶつけちゃうと割れちゃうし、斜めに傾斜ついてるし、英語サイズのシステム手帳をよくというか、まあメインで使ってるシステム手帳英語サイズなんですけど、それをまあ置いたら置いたでまあ置けないことはないんですけどね、かなりね、重いんですよ。もし割れちゃったらダメだしと思って。もう鬱陶しくなってきてですね。で、アナログの原稿用紙だったらこう回転させたりとか自由な場所で書けるじゃないですか。だけどシンティックはもうここだったらここしか書けないわけです。なんかもう束縛されてる感がもうわけわかんなくなっちゃって、もう全部パーツが揃ってるうちに売ろうと思っても売っ払ってですね。はい。まあ、4万円ぐらいにしかならなかったですけど、中古で売って、で、今、インティオスプロかなのラージっていうペンタブで書いてるんですけどね。まあ、そうですね、シンティック 24HD を届けてくれたね、その佐川急便のおっちゃんが、これはなんだと、こんなもの一人で運べないし、田舎だからそんな人も呼べないし、なんだとこれは。これ何だ ?30 キロぐらいあるんですよね。30キロぐらいあるんですよ。で、その30キロの負荷に耐えられるデスクにしか置いてはいけないっていう製品なんですよね。でも、そのおっちゃんがですね、こう、担いでですね、むちゃくちゃでかい箱を担いで、まあ、運び込んでくれたんですけども、そのおっちゃんはですね、もう腰を痛めちゃって、もう、やめちゃってるみたいですね。もう来てくれなくなりましたね。はい。決してですね、何かかけてるとか、それなりになってるっていうのは自分ではね、ある程度思いますけど、その人からの評価は多分あんまりないです。全然うまくもないですよ。美術とね、図画工作は成績良かったですけど、漫画の模写とか僕超下手だったんですね。今でももう漫画はもう最初から下手ですので、まあ下手でもいいやと思って書いてるんですけどね。うん。で、まあ、なんだっけ、まあ漫画好きでですね、まあ、いつ初めて漫画を読んだのがもう何歳の時かもう覚えてないですね。その話いきますか。初めての、まあ、すごいですね、もう思い出に残ってるのが漫画との出会いっていうのがあってですね。僕は大阪府の岸和田市に住んでたんですよね。でも両親共働きで、もう夏休みとか、もうここの地元にね、帰省して、まあ、させられて、まあ一人でね、おばあちゃんの家に遊びに来て、まあもう田舎ですのでね、その当時の方がまだ都会だったのかな。まあやることないですよね。で、祖母が、見るに見かねてですね、1000円札を1枚くれたことがあるんですね。うわ、やったーっつって、
あんたこれで何でも好きなもん買ってもいいよって言われて、でどうしようかなと思ってですね、大体の位置しかわかんないんですけど、本屋さんがあそこの交差点までチャリで行ったら、あの本屋さんあるなっていう、それもよく覚えてないから迷うかもわかんないですよ。もう大冒険ですよ。チャリで子供用の。よく土地勘もないところを一人でですね、大冒険の旅に出てですね、見事にですね、その目的の本屋さんにたどり着いてですよ。で、コロコロコミックのですね、増刊号ですね。藤子不二雄両先生のスペシャル号がちょうど、ドカーン売ってて、あれがいくらしたのかもわかんないですけど、マタロウが来るとかも載ってるわけですよ。オバキューとかね。A 先生の漫画も載ってるし、F 先生の漫画も載ってるし。それもコロコロコミックのサイズが僕あれ大好きでね。紙の大きさは小さいんだけど分厚いっていうね、ページ数がいっぱいあるっていう本が僕好きなんです。大判でページ数少ないっていうのが一番嫌なんですよ。本の形態として。で、それ一冊とりあえず、うわ、やったーこれ買えると思ってですね、持って帰ってきて。ですね、それがですね、もう僕の宝物でね、その時にいい本買ったわと思って、もうね、寝転んで読んだりもちろんします。椅子に座ってるわけじゃなくて、座敷でね、あぐらかいて読んだりとかしてたんでしょうね。してましたね。で、それがね、一番漫画との出会いの思い出が、その時です。何歳かはわかんないです。小学生になってたか、もしかしたらなってなかったかなってたと思いますけど、それがね、もう漫画との、出会いがそういうその素晴らしい思い出になっててですね。それもちろん大阪に持って帰っても、ずっと持ってましたけど、もう中学ぐらいになるとね、音楽聴き始めてね、もう CD 買うために全部売っちゃって。未来デパートのカタログとか持ってたんです、僕。あれ取っときゃよかったな。思いますけど。あとね、赤塚先生のですね、漫画も結構買って、おそ松くんとかね。で、水木先生のゲゲゲの鬼太郎が復刊されてんのも毎月、もう全額漫画にね、お小遣い投入してですよ。もう投入せざるを得ない漫画が絶対発売されるんでですね。もう全額漫画買ってました。もうお菓子なんて買ってられないですよね。だからそれを考えるとお小遣いがある程度その時はね、もらってたんで、もうその時はもう小学生になって、もう中学年、高学年ぐらいになってましたね。で、藤子不二雄ランド、初代藤子不二雄ランドシリーズっていうかですね、全集がですね、出始めたのが、小学5年生か6年生ぐらいで、当初その藤子不二雄ランドを全巻揃えると、A 先生と F 先生の漫画が全部揃うっていうね、触れ込みで出たんですけど、頓挫しちゃってね、その後にですね、結構最近ね、20年ぐらい前、十数年前に A 先生の漫画だけ、その藤子不二雄ランド枠で出たんです。藤子不二雄 A ランドっていう全集が出たんですね。で、僕その当時ですね、全然知らなくてですね、特撮ヒーローの DVD 買っててです。もうあれはもう大失敗ですね。でも F 先生の漫画は大全集全巻揃ってて、水木先生の漫画も全部揃ってますけど、一番読みたい A 先生の漫画がですね、もう大変失礼な状態ですけど、コンビニ本しか今ない。プロゴルファーサロのオリジナルに関してはコンビニもね、全部揃えて読みましたけどね。藤子不二雄 A 大全集がもし発刊されちゃったらですよ、怖いのが絶対全巻揃えます。揃えたいんです。で、そんなもんね、いくらかかるかわかんないけども、ちゃんと自分のお金で全巻買えればいいんだけど、買えない可能性が非常には高くない。それなりに買えないかもしれないですね。
で、まあ、要するに全巻購入特典が、まあ、非売品の巻がいつまでに予約したらもらえるとかいう条件が多分きっちり来るんで、予約入れないとその全巻購入特典買えない。ね。いや、だから一番いいのはですね、僕、そんなこと実現するの難しいと思うんですけど、藤子不二雄 A ランドを丸ごとそのまんま新品で復刊してくれたらいいのになぁと思ってるんですけど、まあ、何が読みたいかって僕 A 先生の漫画で黒兵衛っていう漫画がね、僕大好きでね、あれはスタイリッシュでかっこいいんですよ、黒兵衛っていう漫画があって。F 先生のジャングル黒兵衛とは全然違う。黒兵衛っていう漫画があれは強烈に覚えてるんですよね。あれかっこいいんですよ。怖い話なんですけど。まあ、そんな話はいいとして、まあ、漫画ね、とにかく漫画好きで、読者としてはね、もう漫画賞ですね。で、僕幼少時代はですね、もう蓄膿症で、ひどくてもう鼻がもう鼻汁でもうスライムみたいなのがもう詰まってちゃって息ができないぐらいの状態がもう長時間続くっていう状態が小学校入る前から中学2年ぐらいまで蓄膿症がひどかったんですよ。鼻のね、膿が溜まる病気なんですけど。で、ずーっとその間も耳鼻科に通って鼻汁を吸引してもらって、なんだっけな。喉に蒸気みたいなのを鼻から吸ったっけやってもらうだけなんですけど、そのためにね、行くたびに2時間待ちですよね。待合室でもう診察券入れてから2時間待たないと診察始まる。しかも、学校終わってすぐ行ったら早すぎるし、かといって遅すぎたら受付に間に合わないし、もう中途半端な時間なんですよ、その学校との兼ね合いが。でね、もうどうしようもないです。一旦診察券入れて家に帰っちゃう人もいるんだけど、僕はもうそれめんどくさいんで、どうしてたかというと、誰もいない待合室で一人です。まあ、週刊少年ジャンプね。もうただ読みですよ、完全に。ジャンプ、サンデー、マガジン、チャンピオンはね、この4種はもう完全にですね、ただでですよ。おおよそ少年時代ただで全部読んでますね。で、その鳥山先生の話に戻ると、アニメはもちろん、もう爆笑しながら小学校低学年の時から見てたんですよ。で、まあ、小学校低学年ぐらいから漫画読み始めてたわけですよね。で、その、週刊少年ジャンプも、もちろんそれと、その後に、後なのか被ってんのか、待合室でドクタースランプ読んでたんですよ。もちろん。もちろん。で、その自分のお小遣いはコロコロコミックは絶対買ってたんですね。うん。立石啓太先生の超人金玉っていう漫画がもう大好きで、あれはね、もう僕ら世代だったらもう絶対ね、コロコロ系男子はね、大好きですけどね。まあそれはいいとして、まあ、ドクタースランプの連載読んでて、で終了しますっていう、まあ告知なのか何なのか、あったですよね。もうね、それを知った時にですね、もう世界がね、ガラガラって崩れちゃったですよね。何これ、ドクタースランプ連載終わっちゃうのってなって、もうひどく悲しかったですね。で、それでその後、ドラゴンボールの連載が始まって1回目読みますけども、さっぱり面白くないです。もう、それでまたもう世界がガラガラってなって崩れて、ちょっとですね、ショックが激しかったです、あの時は。で、まさかね、この年になってからね、ドラゴンボールハマるなんて思ってないですよね。もうずーっとまあ、20歳ぐらいの時まで、20代まで連載続いてたらしいですけど、まあもうほとんど読んでないですよね。で、レッドリボン軍が初めて出てくるぐらいでもう読むのやめちゃってるんですよね。天界一武道会始まっちゃったらもう興味ないですよね。なんでだろうな。バトル系の漫画が僕はあんまりハマらないのかな。うん。だから、
悟空たちがもう強くなって、バトル漫画になっちゃうと、もう、筋肉マンもね、初期の頃はね、ギャグの頃はもうね、筋骨マン大好きで読んでましたけど、あれもね、なんかマッスルトーナメントとかなってくるともう興味なくなって読むのやめちゃってますよね。で、今、この44歳ですよね。令和2年春、初春ですよね。もう、わけわからずに、わからないんですけど、ドラゴンボールハマっちゃってね。なんだこれってもう、その21号のフィギュアを買ったことによってもうパワーがみなぎってきてるし、体調良すぎてわけわかんないですよ、もう。本当に。ひょっとしたら前回紹介したテラヘルツ鉱石のね、ピンキーリングの効き目があってですね、よく眠れるんですよね。あれテラヘルツ鉱石眠れるらしいんですけど、本当によく眠れるようになって、それで体調いいのかもしれないですけど、だから鳥山先生の漫画もやっぱりもうずーっと読んでますね。はい。届きました。今ね、受け取ったんですけど、悟空のフィギュアが届いたんで、ちょっと開封したいと思います。やったー。何これ、どうしよう。うわー。よくこんな複雑な荷造りしていただいて、ありがとうございます。バキー。バシー。うわ。ズドーンさあこれ。やばいっす。うわー、綺麗な状態未開封だ。開封してある。嘘だろう。あ、未開封だ。よし。これですね、箱はね。これですね。一番くじのね、ヒストリー・オブ・孫悟空っていう一番くじの、なんだっけな。僕詳しくないからよくわかんないんですけど、A 賞じゃなくて B 賞のスーパーサイヤ人悟空です。この中にね、ブリスターがでっかいのが入ってるらしくて、ありましたね。これね、それでね、心配なんだな。顔のね、パーツとね、その髪の毛のパーツの接着がずれてるやつがあるって聞いてるんですよ。で、めちゃくちゃ心配なんですけど、ちょっと出します。おー、すごい。右のこめかみは綺麗に接着されて、よし、もしかしたらこれ当たりかもしれない。これっすよ。やばい、でかい。これ当たりなんじゃないですか。良品だと思います。ちょっと心配だな、ブリス出してみないと。っていうかめっちゃ心配だな。ほぼほぼ綺麗に接着されてるように見えた。これはどうなんだろうな。うわ、すげえ塗装。完璧ですね。ここがこの溝が埋まってるわけはないしな。どの個体でも多分。完璧です。やばいです。これ何ですかこれ。やばい。道着がね、オレンジで、青いシャツが下に着てて。これスーパーサイヤ人のね、サイヤ人じゃなくてスーパーサイヤ人ですよね。の悟空ですね。うわぁ。ちゃんと自立する。うわぁ、嬉しい。何これ。
やばい。どこに飾るんだよ。もう本当にわけわかんないことになってくるぞ。汚い幼稚園みたいになってくる。まあいいや。すごく、道理あって、塗装も完璧だし、ピンクのグラデーションですね。完璧だし。うわー、これはすごいわけがわからない。ひょっとしたら仮面ライダーとかウルトラマンよりこっちの方が嬉しいんじゃないのか。やーばい。24センチぐらいあるらしいんです、これね。うん。これはどこを見てるかって、この体勢で自分より上の相手を睨みつけてますよね。なんだろうだからセルだっけな。うん。セルを見上げてるんですかね、こう、下から。くぞっていう感じなのか。うん。これは、こめかみはこれで完璧だと思います。やばいな、これ。やばい。ちょっと光のね、具合でちょっと、うまく撮れてるかな。届きましたー、イエーイ。はい。久しぶりにがっつり編集に時間かけて、編集して。で、書き出してる間にさっき、ご飯いただいてきましたですね。すぐにできないんですけど、まあ、このままね、生存し続けられればですね、いずれドラゴンボールの原作はまあ、きっちり全巻揃えて、一回は通して読みますよね、多分ね。それはもうほぼほぼ確定してます。グッド評価、押していただけるとありがたいですし、本当にチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。結局ね、全部振り返るとね、僕のね、反省ですね。漫画反省を語り切ったみたいな動画になっちゃいましたね。はい。で、まあ、結局、これ出来上がると多分名作動画になるんで、まあ、皆さん楽しんでください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。